こんにちは、明治の猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは普段の日常とか旅の Vlog を配信させていただいております。これまではですね、メインチャンネルの方で紹介してきた旅動画を再編集してこちらの方で配信をさせていただいておりました。まだね、引き続き今後はイタリア、スイス編が続くんですけれども、その前にですね、ちょっと皆様に紹介したいクレジットカード情報などがありましたので、久しぶりにちょっと解説動画を撮影しております。よかったら最後までご覧いただけたら嬉しいです。今回ですね、私が実際にアナマイルで、旅をしてきた様子を皆様にご覧いただいたと思うんですけれども、じゃあ私がですね、アナの特典マイルをどんな風に貯めてきたのかっていうのを紹介して改めてね紹介していきたいと思います。4月の時点でですね、カードの紹介をしているんですけれども、つい最近なんですけれども、結構ねクレジットカードの解約が多くなってですね、私が実際に悩んでいた作ろうかなって悩んでいたものとかもですね、だいぶ変わってきていますので、そちらも含めて実際に新しく作ったクレジットカードのことも紹介しますので、よかったら最後までご覧ください。ちなみにですね、今回紹介するカードは紹介特典も利用できるそうなので、ご検討中の方はぜひ概要欄の方もチェックしてください。まずですね、普段使っているカードを紹介する前に、実は以前から気になっていたカードのことを紹介したいと思います。こちらはですね、特典マイルが貯まるクレジットカードという感じで検索していくと必ず登場するカードなんですけれども、それがですね、マリオットボンボイアメリカンエクスプレスというカードになります。これはですね、旅好きには必須のカードっていうふうに言われてたので、いろんな動画を見てかなりね迷っていました。でそしたらね、最近になって迷ってるうちにね、年会費が上がるっていう情報が入ったんですよね。なので、今はねきれいさっぱり諦めることができたんですけれども、ちなみに迷ってて諦めた理由の一番の理由なんですけれども、これはね、もともとの年会費が高いのにプライオリティパスが付帯していなかったんですよね。これが一番の大きな理由なんですけれども、あとは他にホテルステータスっていうのにもそこまで興味がなかったりとか、あと無料宿泊特典っていうのもそんなに魅力感じなかったんですよね。あともう一つですね、皆さんがすごく絶賛されてたのが、他の航空会社のマイルが貯められるっていうことで、それもねすごくメリット大きかったそうなんですけれども、私の場合はですね、年に数回というか、1回か2回なんですけれども、旅行しかしないので、使い勝手のいいアナマイルに絞っている方が効率がいいのかなっていうことで、あんまりねメリットを感じなかったんですよね。なので今回はそちらのカードは作りませんでした。で作らないうちにですね、つい最近ですね、つい最近って言っても8月に入ってからだったと思います。もう年会費がね8万円以上になるっていうね、もうほとんど倍じゃないっていうぐらいの価格になっちゃって、よっぽどじゃないと手が届かないっていう状況になりましたので、今回はもう完全に除外できたっていう感じになります。ではまずですね、私は今回ですね、アナの特典マイルが貯まるというクレジットカードに特化して紹介させていただきますのでご了承ください。まずこれがなければ、そもそもこれまで特典マイル旅行が叶わなかったっていうカードがこちらの3つのカードになっております。楽天のプレミアムカードと、あとアナの JCB カード、そして、アナのソニーカードですね、アナのマイレージバンクカードのビザカードになっております。これはねデビットカードになります。それからですね、一番最初に申し込んだのがこのアナの普通の一般カードになりました。年会費が一番安いタイプですね。そしてその次になったのがアナカードのゴールドカードになります。アナマイルをね貯めるきっかけになったことっていうのは、たまたまね知り合いの方がクレジットカードをアナのねこの一般カード、このブルーのタイプですね、こちらで普段の買い物に利用していて、で年に一度アジアを旅しているっていうことを聞いたのがきっかけなんですね。もともと飛行機飛んでマイルを貯めるっていうことはしていたんですけれども、ただ飛行機を飛ぶだけではマイルがたまらないっていうこともよく知っていたので、そのクレジットカードで日常的に貯めるっていう観念が全然なかったんですよ。
なんですけれども、そういうねちょっと年に1回一人旅してるっていう話を聞いて、これはちょっと作ってみようかなっていうことでまず作ってみたのがこのブルーの一般カードになります。これはね年会費がね2000円ぐらいだったと思います。なんだけど普段年会費無料のクレジットカードを作っていた私がその2000円のね、年会費を払うっていうのももったいない気がしていたんですよね。でそんな私がなんで今年会費がね1万5000円以上もするゴールドカードを使うようになったのかっていうのはですね、ただ単純にですね高い年会費を払った方がこのアナの特典マイルを早く貯めることができて、実際に年会費以上にお得に旅ができるっていうことが分かったからなんですよね。で私もそのアナマイルを貯めようって思った時にですね、一番最初にやったのはやっぱり検索で調べてみたり、どのカードが一番アナマイル貯めやすいのかなっていうふうに調べてきたんですけれども、で結論から言うとですね、もうアナのこのゴールドカード、もうどのタイプでも大丈夫です。これを作れば、これを作って日常の買い物に使えばもう必ず、しっかりとマイルが貯まっていくというような感じになってます。ただそれだけでは貯めることができないので、それに合わせて例えばクレジットカードをキャンペーンに合わせて作ってみるとか、あと日常の決済全てまとめたりとか、あとはアナが独自でやってるキャンペーンに参加するなどしてコツコツ貯めていくことが、大事になってきます。私がメインで使っているカードは、こちらの JCB アナカードになります。で JCB なんですけれども ToMe カードって言ってパスモとして利用することができます。都内だとこれが Suica としても使えますので、このままタッチして電車に乗ることができるようになってます。で普段のお買い物から全ての決済を使っているのはこちらの JCB カードになります。これはですね1000円で10マイルが貯まるようになっていて、1マイルだと100マイルということになります。なので1万マイル貯めるためにはですね、ゼロがあと2つつくので、ご想像されると分かると思うんですけど、100万円使わないと1万マイルが貯まらないんですよね。で皆さんこれまで私の旅を見てきてマイルがどのぐらい必要だったかっていうのをご覧になってくださったかと思うんですけれども、前回のマイルでもですねもう6万とか7万とか使ってるんですよ。でそれぐらい使うってことは単純計算で700万使わないと、こちらのカードではマイルが発行できないっていうなんですけれども、私もさすがにそんな700万も使ったりとかはしませんので、私はですねクレジットカードのキャンペーンに合わせてカードを発行しています。でそのキャンペーンに合わせるとですね、例えばカードを作ったあと半年以内6ヶ月以内に150万までの決済をすれば何万マイルもらえますよみたいな感じのキャンペーンに合わせておりました。でこれまでねアナのゴールドカードをいくつか作ってきたんですけれども、それも全てキャンペーンに合わせてですね、例えば車を買い替えるタイミングってクレジットカード使えないと思われるかもしれないんですけれども、一部の金額をですねクレジットカードマックスで使うことができるんですよね。そのタイミングに合わせてみたりとか、あとこちらの別のね動画で紹介しているんですけれども、内窓をつけた時ですね、間取り延べかな、間取り延べっていうので決済をした時にですね、例えば国から補助金が出るので、その補助金引かれた部分を支払うっていうふうにはしないでですね、満額こちらでクレジットカードが決済できるショップさんを選んで、そこで1回満額払って後でキャッシュバック、現金でキャッシュバックを受けるというような方法にするとですね、必然的にクレジットカードの利用額は上がっていきますので、そういうタイミングに合わせておりました。で特にねキャンペーンが多い印象なのはこのね JCB カードですね。でこの JCB カード去年はね20万マイルっていうねすごいキャンペーンやってたんですけど、私はそのタイミングにねなかなかね合わせることができなくて、ちょっとビッグなマイルはもらうことはできなかったんですけれども、あの時ちょっと家族分でも作っておけばよかったかなとかね思ってますけどね、そんなに半年に一気に150万貯まるか使うかっていうとそこもちょっと自信がないところなので、やっぱり大きくお買い物する時に合わせてカードを作られることをおすすめします。だいたいねクレジットカードね発行までね2週間ぐらい 2,3 週間かなかかりますのでね、なんか予定が決まったら
そのキャンペーンに合わせてクレジットカードを作っておくっていう風にされるのもいいんじゃないかなっていう風に思ってます。ただですね、このデメリットがあって、この JCB カードっていうのは海外ではほとんど使えないんですよね。決済できる国も少しずつ増えてきてはいるんですけれども、ほとんど使えないので、それがねちょっとネックかなっていうふうに思ってます。なので海外で使えないときはだいたいこの楽天のマスターカードを持っていきますので、こちらを使ったりこのソニーのビザカード、デビットカードを使うようなどしています。あとですね、Uberを申し込んだ時にアプリでダウンロードして決済はですね、私はこの JCB カードにしてるんですよね。で、以前紹介したリスボンで病院に行った時ですね、Uber をたくさん使ったんですけど、その時の決済はこちらの JCB でアプリ上で決済ができましたので、多分これは、アプリ上でそのまま登録してあれば大丈夫じゃないのかなっていうふうに思ってます。この JCB カードに関してはメトロポイントっていうのと連携があってですね、家族カードも作っているので、夫にこの定期をこのカードで作ってもらってですね、でメトロポイントをそのまま自分のポイントに家族で移行できるんですよね。なので合算して使うことができるので、それをアナマイルに交換するような感じにしています。ただね、このメトロポイントなんですけれども、結構ね交換日数がかかりますのが、デメリットかなっていうふうに思ってます。例えばですね、交換した時の画面から実際にアナのマイルに加算されるまでだいたいね 1,2 ヶ月ぐらいかかりますので、予定がある方はもうすぐね交換されることをお勧めします。ちなみにですね、2万ポイントまでが月のマックスになりますので、例えば6月の1日に2万ポイント申し込んだら、それ以降は申し込み100ポイントでも申し込みができないので気をつけください。7月になったらまた申し込むことができるというような感じになってました。でもね、かなりね交換日数本当にかかりますよ。今回世界一周のお知らせをしたと思うんですけれども、それにもね全然間に合わなかったので、今は交換されてますけど、だいぶ日数がかかるっていうことが分かったので、今のうちにねもうマイルの方には変えております。ただしたくさんね頻度で行かない限りですね、マイルはね期限がありますので、行くっていう予定が決まった数ヶ月前から準備されることをお勧めします。私はですね、ちょっと旅行行きたいなっていうタイミングにマイルがないとやっぱり実行できないので、なるべくねコンスタントに買えるような感じにしています。でこのアナの JCB カードの方は年会費が1万5,000円ちょっとしますね。はい、なんですけれども、カード更新ごとにマイルがもらえます。では2枚目ですね。これはアナのソニーバンクカード。こちらはね以前も紹介したんですけれども、こちらクレジットカードではなくデビットカードになっていて、海外の ATM キャッシングの際に利用しています。あとですね、外貨の定期預金をすることでマイルが貯まるんですよ。でこれも私はこのソニーカードを作った理由でもあるんですけれども、例えば旅行に行かなくても円高の時とかを見計らって定期預金に預け入れをするんですね。そうするとその額によってアナのマイルが貯まるようになります。そうやってね少しずつ貯めていて、お買い物しなくても貯金するだけで貯まるっていう魅力のカードになっています。ただね為替ヘッジのリスクはあるんですけれども、例えば100ドルを買います、定期で100ドルを定期に入れましたってなって、満期になると自動的に普通預金の方に100ドル戻るんですけれども、勝手に日本円に変えるかドルのままにするかっていうのは確かね選べたと思うんですよね。で私はだいたいその円安の時に円に戻したいので、できるだけその定期の満期日の時はドルのまま普通預金に入れるっていうドル口座を作るようにしています。なのでね、円に換算しなければ為替ヘッジのリスクは起きないかなっていうふうに思っていて、現地の通貨必要な時にその場でその貯金している外貨の通貨を引き出すことができます。なのでね、アメリカとかカナダとかあとヨーロッパとか行かれる方はすごく便利なカードじゃないかなっていうふうに思います。
今のところね、私はね為替ヘッジでプラスに触れることが多いんですよね。なので旅資金にもなっています。あとは以前も紹介しましたけれども、現地での利用は日本円の残高があれば直接ですね ATM で現地の通貨を引き出せることができます。で、残高はですねオンライン銀行とか今楽天バンクとか使えば、そこから直ここに送金すれば常に残高はなくならないような感じになると思います。このソニーカードのメリットとしては預金しているこの通帳に残っている分しか使えないので、使いすぎとか例えば不正利用された場合も被害を最小限に抑えられるっていう防犯対策にもなっていますのでおすすめです。デビットカードなんですけれども、このタッチのマークがありますので、普通にねビザのお買い物するようにタッチ決済でお買い物ができます。実際に私は海外でショッピングでも利用してきたんですけれども、特にね問題なく使うことができました。はい、ではね最後3つ目ですね。こちらは楽天プレミアムカードになります。これはね以前のね動画の方でも紹介していますね。で、楽天プレミアムカードマスターカードにしています。これはですね私は普段コストコも利用していますので、マスターカードがこれで使うことができるのでこのカードにしました。ただですね楽天カードポイントをですねアナのマイルの方に変えることができるんですけれども、ポイントが半分のポイントになります。だから100ポイントだと50マイルみたいな感じで半分になりますけれども、たまらないよりはたまった方がいいかなということで、普段はこの2つを使うような感じにしています。それから、プライオリティパスの方も以前はね無制限で使えたんですが、現在は年間5回まで、あとレストラン特典が利用できないというふうになってしまいました。あとですねこちらはですね私は海外のメインカードにはしているんですけれども、日常使いでは楽天セールの時とかにポイント増産のために使用しています。で、支払いをですねこの JCB にまとめた方がいいのかなっていうふうに思う時はあるんですけれども、このね右側にポイントがねいくつつきますよって、カードになるとこのポイントになりますよっていうのを見るとですね、やっぱりねこのね楽天カードの方になっちゃうんですよね。で、ちなみに、以前の動画で紹介した往復の空港の荷物宅配なんですけれども、これはねどうやらね現在新規の方は特典としてなくなってしまったようなんですね。トラベル特典っていうのが自体がなくなっちゃったのかな、ちょっとこの辺は分かりませんけれども、なんか荷物特典がなくなっちゃったっていうのはちょっと残念だなって思いました。ただ以前から申し込んでいた私みたいにこう申し込んでいる場合はですね、そのまま付帯していますので今回も利用することができそうです。という感じでね、クレジットカードもねどんどん改定がありますので、お得な特典はねどんどん活用していきたいですよね。これからねますますね旅に行く人増えていくと思うので、プライオリティパスとかも結構制限がねどんどんかかってきました。例えばですね3時間搭乗3時間前までとかね、そういう制限もありますので、早めに使える時は早めに使おうっていう風な感じでやられるといいかなっていう風に思います。で、今年に入ってですねクレジットカードの海外の決済手数料っていうのが3% 以上に上がってきたんですよね。こちらの JCB に関しては 1% 台なんですけれども、この楽天カードに関してはですね 2% 台から今 3% 台に上がったんですよね。でもこの手数料でかなりせっかくね節約しようと思っていても、クレジットカードの決済で手数料が高いっていうのはかなりね痛手なので、できるだけこういうデビットカードを利用されるか、あと JCB が使えるところは JCB 使うような感じにしています。続いて新しく作ったカードを紹介します。こちらはね最近届いたばっかりなんですけれども、ちょっとかっこいいのでこのまま残しました。こんな感じでおしゃれでしょう。こんな感じでカードが入ってます。これね特典の普通の一般カードみたいな感じなので、このちょっとカラフルな感じになってます。この、レボリュートと、はい、アメリカンエクスプレス、ゴールドカードとビジネスプラチナカードを作りました。これはねこの3つはねどちらも紹介特典がありますので、よかったら概要欄の方をご覧いただきたいなと思うんですけれども、ちょっと一つずつ紹介していきます。
まずはですね、こちらの、プラチナビジネスカードですね。これはですね、個人事業主とか、あと会社員の方でも副業されている方とかが対象になったカードで、主婦の方とかは作ることができないそうなんですけれども、私はですね、運よく審査はすぐ通りまして、すぐに発行していただくことができました。特にね、何か登記簿を見せるとか提出するっていうことはなかったので、なんかできるんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみにですね、私はね、娘にも紹介したんですよね。で、紹介したんですけれども、彼女も、個人事業主なんですけれども、残念ながらね、審査落ちしてしまいました。多分ある程度年収がないといけないのかなっていう印象ですね。で、私の場合は個人事業主で、ある程度ね、収入ももちろんあるんですけれども、手芸講師をしているので、職場が一応あるんですよね。月に数回しか行かないんですけれども、職場があるために多分審査が通ってるのかなっていうふうに感じております。これはなぜ私が作ったかっていうとですね、まず年会費が3万3000円かかるんですよ。なんですけれども、これがね、初年度年会費無料ということと、あと特典としてプライオリティパスで利用できるラウンジに制限がないっていうことなんですね。これが一番の魅力でこのカードを作りました。で、旅行に行くっていうのは来年の話にはなるんですけれども、それを見越してですね、1年後に解約しようとは思っているんですけれども、その1年以内にたっぷりラウンジを使えるように今から作っております。実はこの後来月また旅行に行きますので、その時にね、使いたいんですよね。で、今は、このセゾンのね、アメリカンエクスプレスカードもレストラン特典の制限がなかったりとか、何のね、制限もないんですけれども、またね、この後解約とかになって使えなくなったりするの嫌だなと思って、思い立ったら旅行に行くっていう風な感じのスタンスになってるので、そういう時に持ってる方がいいなと思って作ったのがこのビジネスカードになります。あと、これはですね、実は私も紹介を通してカードを作りました。で、その紹介がですね、このカードを作った翌々月末までに、20万円の決済をすると Amazon のギフトカードがもらえますというキャンペーンがあって、それに合わせて作ったような感じです。で、あと入会月から2ヶ月ぐらいはそのポイントがプラスになりますよっていうこともあって、今世界一周の方もそうですけど、次の旅行に合わせてたりとかカードを使う予定が多いので、決済額も結構大きくなりそうだったので先に作りました。なので、このカードで航空券を、来年のね、航空券などを購入をしております。で、あと足らない分は Amazon のギフトカードとかを購入することで、その20万円の決済の中にも入るそうなので、今回はこちらを利用しています。で、ちなみにこの、セゾンプラチナビジネスカードのプライオリティパスはですね、リアルカードではなくモバイルのカードに変わるそうです。で、これもですね、つい最近ですね、解約のお知らせが届きまして、で、隣にあるこのゴールドカードなんですけれども、これが何であるかっていうと、年会費は1年に1回でもカードを使えば0円なんですけれども、このカードを作ることでプライオリティパスを1万1000円払うことで作ることができるんですよ。なので先ほど紹介した楽天プレミアムカードの年会費が1万1000円なんですけれども、そのカードを作らなくてもこちらのカードを作ることでプライオリティパスがゲットできるっていうような感じだったので、こちらに、カードだけは作っておりました。それがですね、つい最近セゾンからメールが届いたんですけれども、なんと、このゴールドカード、こちらでこのゴールドカードで作った、プライオリティパスも、今年の11月30日をもって利用ができなくなるということになって、あとは1回ずつの有料ですよというような感じになってしまったんですよね。それを見てですね、やっぱりこれ作っといてよかったなっていうふうに思ったんですけど、もう今ですね、海外旅行行かれる方本当に多いので、プライオリティパス使われる方多分すごく多いと思うんですよ。で、実際私はですね、2023年と2024年に海外行ってきたんですけれども、
そのプライオリティパスでラウンジを利用させていただきました。で結構ねラウンジ混んでるんですよ。こんなに混んでるんだっていう風なぐらい混んでたので、海外の方もたくさんね同じようなこういうクレジットカードの付帯特典とかを利用されてるのかなっていう風な気はしております。なのでちょっと制限が少しずつ縛りがね増えてきたのかなっていう風な印象なので、残念ながらですね、このゴールドカードは11月30日まで、カードに書かれてる有効期限にかかわらず11月30日までの利用になったっていうことなので、もしねお持ちの方はねお気をつけください。で、最後に、紹介するのがこちらのレボリュートっていう風になります。で、先ほど紹介したこのソニーバンクカードと、レボリュートは同じデビットカードになります。このソニーカードがあれば十分だったんですけれども、最近はね結構貯金メインで、先ほどもお話ししたように定期預金とかね使うようになってきちゃったので、ちょっとね残高が大きくなると心配なので、今回はあえてこのレボリュートを作りました。こちらはね同じくデビットカードなんですけれども、都度チャージができて、海外の ATM で現地決済、現地のね通貨が引き出せるということで、ソニーカードと同じように利用することができます。なので次回旅に行くときはこのカードを持っていこうかなっていうふうに思ってます。ちなみにこの手数料も安くて、もう一つねワイズっていうデビットカードもあるんですけれども、今回はそちらは作らずレボリュートだけにしております。でデビットカードはね不正利用がないっていうことはもちろんないんですよね。なんですけれども、そういうふうになった時もちゃんと保証があるっていうところもね確認しておりますので、ちょっとねできるだけね残高を吸い取られないように気をつけながら都度チャージする方法で活用していこうかと思っております。このビジネスカード、クレジットカードを作ってみたいなっていう方は、ぜひご活用いただけたらと思います。ということでいかがだったでしょうか。最後にまとめますと、今回紹介したカードはアナのマイルに特化したもの、それから海外の支払いに特化したカード、あとラウンジ利用目的で作ったものなど3つのパターンで紹介させていただきました。それぞれに用途が異なるので参考になれば幸いです。ちなみに海外旅行の障害保険として一番手厚いのはJCB カード、あとはアメリカンエクスプレスカードの方も結構手厚かったので、どちらもいいかなっていうふうに思ってます。ただ海外に持っていくのに JCB カードは持っていかないんだとしたら、飛行機の運賃を支払うときにこのビジネスカードを支払うのがいいかなっていうふうに思ってます。で海外ではですね、できるだけ現金ではなくクレジットカードを使うことをお勧めします。でクレジットカードだとちょっと使いすぎ心配だなっていう方も、このデビットカードだとビザ決済と同じようにタッチで支払いができますので、どちらも利用価値はあるかなっていうふうに思っております。よかったら参考になればと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画が少しでも参考になったよって方はグッドボタンで応援いただけると大変励みになります。よかったら、次の動画もチャンネル登録してお待ちください。ちなみに、ビジネスプラチナカードが届いた時、こんなおしゃれな封筒で届きました。めっちゃくちゃ素敵でしょう。それからね、最後に、こちらのプラチナカードの方ですね、紹介リンクの方を概要欄に貼っておきますけれども、もし私がですねクレジットカードを解約してしまった場合ですね、その紹介リンクから申し込んだとしても、その Amazon のギフト券がもらえる特典っていうのはなくなってしまうんですよ。なので私はですね1年後には解約する予定ではありますので、その場合はですね概要欄の方に解約した時点でリンクの方は削除しますので、例えばお気に入りに登録されてたりとかして、そこから申し込むっていう風にするとキャンペーン対象外になってしまうのでお気をつけください。なので、もし今作ろうかなって思ったら、その1回この動画の概要欄からリンクをクリックして、そこから入るような感じにされると一番確実かと思いますので、ぜひお役に立てればと思います。ブログの方にもね貼っているんですけれども、私は解約した時点で全てリンクは削除しますのでお気をつけください。でいよいよですね、次回からスイスイタリア旅の動画をこちらでね配信させていただくんですけれども、結構ですね元々の動画
メインチャンネルの方で紹介している動画がかなり長尺なんですよね。なのでちょっと、スイスとかはその場所別に分けて動画を配信しようと思います。でもやっぱりね1本ね1時間ぐらいになっちゃうかもしれないんですけど、長くなりますけれども、よかったら暇つぶしにでもしていただけたらと思います。であとアブダビとか、スペインに行く動画はですね、改めてまた撮っていくわけなんですけれども、今度は、もうちょっと、編集のことを考えて少し短めにしようかなとかも思ってます。で初めてねこのサブチャンネルメインでやっていきますので、ちょっとドキドキしてますけれども、今後のね旅動画の方の配信も楽しみにしていただけたらと思います。